絶対やるべきだよな、これ。絶対やった方がいい。ステークだね。こっちは簡単だよね。今後伸ばしていけそうな要素かなっていう感じだね。隠し置きしてあげましょう。おはようございます。おはようございます。はい、ミリオンダラパンチ。寝起きではあります。ありますが、やっていきましょう。じゃあ、一発目。いやー、でも、昨日の研究会は非常に、ためになったんだけども、同時に、やっぱり、なんか、俺がその先生に調べてもらって得た知識は、かなりみんなもびっくりのものが多いんだな、ということが再確認できたんで、まあ、ミリオンダラパンチもやる意味があるなと思いましたね。さあ、一発目はですね、これ当てた後のコンボ、まあ、大体これじゃないですか。大体、まあ、これだと思うんですけど、これにすると、安定して裏行くよっていう話っすね。これね、結構ね、まあ、芸術買っちゃうから、この辺ですかね。こういう感じになった時は、マジでやり得なんだけど、さあ、この距離調整は結構むずくてですな。しかもこの後勝利はむずいんですよ。うまい具合にこうなってくれるといいんだけど、こういう風になってくれるといいんだけど、まあ、例えば、この辺ですかね。まあ、こうなると、普通の大パンのがいいし、こうなっちゃうと、台無しなんで、これはまあ、今後伸びるんだけど、まあ、逃げ率使うほどでもないんで、基本はまあ、こっちでいいんじゃないかなとは思うんです。基本は、これで置き攻めでいいと思うんですけども、端でいい感じに折り返してくれる場面、まあ、多分、画面ちょっと押したぐらい、この辺でいいのかなまあ、ちょっとあれか。開幕ぐらいの位置かな。まあ、その状況が見極めれるんだったら、こっちにした方がいいよねっていうのと、あとは、リーサルっすよね。昨日もあったんだよな。わあ、リーサルわかんねえって時に、こうして、こういう感じか。まあ、これとかね。これで実はリーサルでしたとか、まあ、結構あると思うんだよね。そういう時に使えるといいかなっていう。まあ、細かい。意外と気がつかないけど、リーサルありました、みたいな感じですかね。これがまず一つですね。まあ、補足は後ほど、ワールキャス先生のツイッターをご覧ください。であとですね、一回俺が、この後何追撃してるかわかんねえよって言ったら、調べていただいたことがありまして、これですかね。これは、こんな感じでいいらしいですね。これ一緒ですね。これでもいいんだけどね。安定はこれかな。これだと位置入れ替えかな。これ中央だけど、位置入れ替えができると。ダメージ取るならこっちらしいですね。なんで、まあこれにインパクト当てれたら、まあ、劉備コン行くか運びたいんだったら、こっちですかね。あと、これはちょっとまあ、知ってる人結構いるのかもしれないんですけど、俺は知らなかった。4振り技が短いキャラは、これ反撃ないらしいですね、完全に。使ってる側は知ってるんだろうけど、こういう連携も結構、まあ、使えるっつうか、まあ、パリーしかない。インパクト来ても、これで返せるから、これ結構強い。まあ、毎回最速だとね、パリー簡単だとは思うんだけど、一応停止とかもあった。てか、なんならあれか。入っちゃうのか。さすがに痛いね。さすがに痛いな。これね、リリーと、ジュリと、
あ、ダルシムだ、これ。リリー・ジュリー・ダルシムだ。そうそう。は、この連携が割れない。まあまあ、でもリリーに対してこの距離まで行くってのはちょっと怖いけどね。マイナス作用ってね。さすがにこっちの方がいいのか。とはいえ。ダルシムにはもうやっちゃって良さそうだね。まあ、っていう感じですね。あ、昨日ちょっと、あれですね。研究会でも行ってやったんですけど。51は実戦でやってるらしいんだけど、まあ、ここ、パリをした時に、パリしといて、こういう感じで昇竜拳出しましょう。これできてねえんだよな。絶対やるべきだよな、これ。うん。まあ、こんな感じで投げを回避する。いや、これはまあでも絶対やった方がいい。必須テクだね、なんならね。まあ、なんなら勝利じゃなくてもいいからね。あとは、まあ、見た人もいるかもしれないですけど、ボタンのカラキャン使った差し返しを、っていう話で、これはね、すげえ面白いなと思った。レバーだと時間かかっちゃうところを、ボタンにすることで、その入力の、要するにだからモダンだよね。モダンダッシュみたいな感じ。モダン D ダッシュみたいな感じよね。本来ならこうやって走っていかなきゃいけないから、これ結構時間かかるわけじゃない。8フレとかこうとっさにやるとかかっちゃうんだけど、それでも入るのかな。でもできなかないだろうけどね。できなかないですけど、まあ、こっちは簡単だよねって話で。この機械の中盤長すぎて上がっちゃうな。まあこんな感じで、こっちの方が、ショーパンからぶっといて、こうか。こっちは簡単だよねって話。ただまあ3ゲージ使うから、まあ、あんま実践的にはどうなのかなとは思う。けど、なんかガイルの差し返せてたらそのまま、別にコンボでもいいよねみたいな。あ、こういうやつですね。まあ差し返してたらそのまま走ってもいいし、遠い時は、そのまま殴りましょうみたいな。まあ、怪しい行動を見たら、とりあえず召喚ラッシュしとくと、差し返しだろうが、空振りだろうが、リターン取れますよみたいな。まあ、こういう使い方がメインになるのかなっていう気がする。まあこれは結構なんかまあ今後伸ばしていけそうな要素かなっていう感じだね。空振っといて、相手がダンカしてたら、とりあえず走っとくっていう。走っとくといいことがあるっていう。そういう感じですよね。他にも多分細かい、使い分けがあるから、まあ、そこは先生のあれを見てもらうといいかな。これがかなり面白いなと思ったな。剣じゃなくても使える。どんなキャラでも使え、応用。てか、大体応用効くことの、まあ、コンボとかは剣にしか応用効かないけど、結構いろんなキャラに応用効くことやってるけどね。これが、こんな感じで、これが安定だそうです。ガードしたらね、まあこれあんまり最近やられないけど、まあ、やったらこれでいいらしい。っていうのと、アシードが溜め始めたら、粉塵勝利か、これが一番リターンあるのかな。プラス6だから、こうかな。これ、リターンあるね。まあ、なんか、思いっきり溜めてきたときは、これで突っ込むってこと。これは十分駆け引きしていいぐらいリターンあるから、ビタメだったら蹴っちゃう。ビタメは蹴る。ビタメだったら飛ぶ。思いっきり溜めてくるようだったら OD ルービーですかね。でじゃねえ。粉塵ルービーですかね。竜巻はダメじゃねえか。お竜巻でも当たっちゃうことが多そうだから、でも竜巻でもいいのかな。
あー、でもカウンターだね。パッシュ入るか。まあでもこっちの方が無難かな。あ、違うわ、これ。お、粉塵立つ、粉塵劉備じゃねえな。粉塵じゃなくていいっぽい。普通に劉備でいいっぽい。勘違いした。弱か中劉備だわ。あ、これだな。いや、だいぶこれだな。ちょっとでも貯めたら当たるわ。仕分けしてあげましょう。まあ、このぐらいかな。俺が結構面白いなっていうか、画期的だなと思った今回のネタは。じゃあ、とりあえずこんな感じで今回は。他の細かいネタは先生のツイートをご覧ください。てか、先生のツイート俺リツイートすることにするわ、じゃあ。うん。